こんにちは、ハルトです。ナインナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。エマソン、自分を信じる言葉、エッセンシャル版ディスカ、ワークラシック文庫シリーズは、19世紀のアメリカを代表する思想家、ラルフ・ウォルドー・エマソンが語る自己信頼の精神をあややかに伝えています。この書籍は、時代や文化を超えて、多くの読者に勇気とインスピレーションを与えてきました。エマソンの自分を信じるというテーマは、悩みや不安、他人との比較に惑わされやすい現代人の心にも強く向きます。本書では、彼自身の代表的なエッセイや推奨、心に残るフレーズが厳選されて収録されており、自分自身の価値や本質に立ち返り、自己の可能性を見つめ直すためのヒントが満載です。言葉が献血で力強く、一つ一つのメッセージが胸に刺さります。エマソンが唱えた信念や独立の精神、自然との調和などの思想が、現代を生きる私たちにどのような生き方の指針をもたらしてくれるのか、この本を通じて静かに自問することができるでしょう。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、自己信頼の重要性。エマソンのメインテーマである自己信頼は、本書を通して最も強調される考え方です。自己信頼とは、自分自身の内なる声や直感を謳わず、他人や社会の期待、常識に振り回されずに自己を信じて行動することを意味します。エマソンは、真の幸福や成功は自分自身を信じることから始まると説いており、他人と比べたり外部の評価に依存する生き方ではなく、自己の信念と価値観に基づいた生き方を進めています。本書では、エマソンがどのような背景や理由からこの自己信頼の重要性に気づいたか、またどのように日常の中で実践できるかが、具体的な言葉や力を通して解説されています。自己信頼を持つことで、他人の意見に惑わされず、失敗や困難にも柔軟に対応できる強さを養うことができます。この考え方は、現代社会で自己肯定感を高め、自分らしい人生を歩むための最も基本的かつ重要な土台となるでしょう。次に、独立と独自性の追求。エマソンは、社会が快適な価値観や常識に流されやすいことに郷愁を鳴らし、誰もが独立して自分の道を切り開くべきだと述べています。彼の言う独立とは、単に他人から離れることではなく、自分の考えや感じることに忠実でいることです。本書では、みんながやっているからと流されるのではなく、自分自身の意思や創造性を大切にすることの重要性が語られます。独自性は、一人一人が持つ個性や才能とも深く結びついており、それを発揮することで自分らしい生き方が実現できるのです。また、自分だけの視点や経験が社会や他者にも新しい価値をもたらす可能性が示されます。独立と独自性を追求することは、懐疑的な社会の中で自分という唯一無二の存在を輝かせるために必要不可欠な姿勢です。さらに、内面性と自己探求。エマソンは常に自分の内側を見ること、自己を知ることの大切さを説いています。本書では、内面性を深く掘り下げ、自分の心の声や本当の願いに耳を傾ける時間を持つことの意義について紹介されています。外的な評価や物質的な成功以上に、内面の豊かさや誠実さこそが人生の土台となるとエマソンは主張します。さらに、自分とは何か、本当に大切にしたい価値観は何かといった自己探求の問いは、迷いや不安を感じたとき、自分を見つかりそうな時の指針となります。現代社会でも、情報過多体や他人との比較による自己否定が起きやすいですが、エマソンの言葉はそのような心を鎮め、本来の自分自身と向き合う勇気を与えてくれるのです。そして、自然との調和と生き方。エマソンの思想の特徴の一つに、自然との調和があります。彼は、人間が自然と切り戻された存在ではなく、その一部であることを実感し、自然から学ぶ態度を持つことを強く勧めています。本書の中では、自然の美しさや力が人間の精神や創造性、余暇死にどのような影響を与えるかについて、時々
かつ哲学的に描かれています。自然の中に身を置くことで、人間本来の力や直感が呼び覚まされ、多忙でストレスフルな現代生活の中でも心のバランスを取り戻すヒントが得られます。エマソンは自然観察を通じて謙虚さや感謝の心を育むことの大切さを説き、それが人生全体の調和や豊かさへと導くと信じていました。最後に、心の自由と創造性の解放。エマソンは心の自由を最も大切にすべき価値の一つと考えています。他人の価値観や社会同念に縛られず、自分の内側から湧き上がる発想や感情を素直に受け入れ表現することが本当の創造性につながると述べています。本書では固定観念や恐れにくらわれない自由なマインドセットが繰り返し語られており、それが新たなアイデアや挑戦を生み出す原動力になることが強調されています。エマソンは批判や失敗を恐れず、自分の可能性にチャレンジしていく勇気が個人の成熟と社会全体の発展に不可欠だと語ります。心の自由の実現が創造的で本生き生きとした人生への蔵を開く鍵となるのです。結論として、エマソン自分を信じる言葉座は、自己肯定感や主体的な生き方を問い直したいすべての人におすすめです。特に現代社会で他人と比較してしまったり、自分の個性に自信が持てない方、人生の葛藤や迷いを抱えている方にとって本書は大切な気づきを与えてくれます。エマソンの思想はシンプルで知り強く、読むごとに自分の中に小さな自信や勇気が穴ぐわえることでしょう。本書の魅力は単なる自己啓発書ではなく、哲学的な深みや知的な美しさもしゃらせ持っている点です。また、短いながらもエッセンスが凝縮されているので、日々の生活に忙しい人でも自分のペースで読み進めることができます。他の自己啓発本は一時的なモチベーションを与えるだけのものが多いですが、この本は自己対話や人生観の根本を見直すきっかけを与えてくれ、結果としてより充実した人生へのポジを示してくれます。自分を信じることの難しさ、しかしその大切さを再認識したい人にはぜひ手に取ってほしい一冊です。エマソンの普遍的な言葉があなたの日常にも優しく寄り添い、人生が少しずつ前向きに変わっていくのを感じられるでしょう。ご支援いただける場合には、ラルフ・ウォルドー・エマソン、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。ロゴの感想をぜひお聞かせください。それではまた。